めっちゃ夏の香りがする。特徴は酢を使うところなんですよ。2列うまい。はい、こんにちは、インドカリーコです。今日はチキンビンダルを作っていこうかなと思います。チキンビンダルっていうのは西インドのちょっと甘酸っぱいテイストのチキンカレーなんですが、もうこの季節に超ぴったりなカレーなので、早速作っていきましょう。まず用意していただくのはですね、玉ねぎ、トマト、ニンニク、生姜ですね。全部1111です。ちょっとね、今日はね、玉ねぎがめちゃめちゃ大きかった。300g ありました。300g を使っちゃおうかなと思います。トマトはね、逆に少し小さくて、だいたい 120g ぐらいでした。ニンニク、生姜は、1かけすりおろして使うので、生姜はこのままガリガリとすりおろしていきます。あと、鶏肉、チキンカレーなので鶏肉を使っていきます。鶏肉はだいたいね 350g ぐらい、 350g から 400g ぐらいだったら OK です。じゃあ早速作っていきます。まず玉ねぎはスライスにしていきます。スライスにすることでね、炒める時間がねめっちゃ短くなりますね。で、今日作るビンダルーは西インドのゴアっていう地方のカレーで、そこのゴアっていうところはもともと旧ポルトガル領だったんですね。なのでちょっとね西洋風なカレーです。で、特徴は酢を使うところなんですよ。ちょっと甘酸っぱいような味わいに仕上げるんですね。日本の甘酢みたいな感じでしょうか。うちの夫もねビンダルがめちゃめちゃ好きなんですよ。なので今日はね一緒に夕飯ビンダルにしようかななんて思いながら作っております。はい、玉ねぎはねこんな感じです。薄スライスにしてあげます。トマトはざく切り。ちょっとねこれもねめんどくさいんで今日はこんな感じでね、あともう炒める時に潰すのでくし切りでいいや。はい、これで終わり。早速炒めていきましょう。はい、まずフライパンに油を引きます。油はね大さじ1杯ぐらい。それでそこにスパイスをじょんじょん入れていきます。まずね、基本の55は入れようかな。カルダモン5粒。やっぱね爽やかなカレーにしたいので爽やかなスパイスは必須ですね。カルダモン、クローブを5粒ずつね。でシナモンも5センチで、その後にマスタードシードは、小さじ1/2杯分ぐらいでフライパンでちょっと熱します。でちょっと熱する時に傾けながらこう熱してあげるとスパイスが跳ねないので、ちょっと軽くね傾けながら熱してあげます。うわっ、ちょっとねスパイスはこのように跳ねる時があるので顔は近づけないようにお気をつけください。はい、こうマスタードシードが跳ね始めたら、もう途中でいいですね。ベイリーフ、ローリエを入れていきます。ちょっとこれ折れちゃってるんだけど1枚分ぐらい加えてって、ここにもう玉ねぎも入れちゃいます。ちょっと今日玉ねぎ多いな。玉ねぎカレーだな。でね、これ新玉なんですよね。新玉なんで水分がいつもより多いので、ちょっと加熱していくとちっちゃくなるかなって思ってます。はい、ホールスパイスはこれで終わり。できたらね加えてほしいかな。私もともとだいぶ前の動画にポークビンダルーの作り方載せてると思うんですけど、ポークビンダルーの作り方では全部ホールスパイスをミルで粉末にしたと思うんですよ。でなかなかね、粉末にする機会を持ってない方が多かったので、今日は手軽なビンダルーの作り方をご紹介しようかなと思ってます。今日はね豚肉じゃなくて鶏肉で作るので、鶏肉は豚肉よりも香りがねどっちかっていうと私の中では濃くないんですね。鶏肉の方が浅い香りがしているので、スパイスもそんなに加えすぎない、ホールスパイスを加えすぎないっていうところでまとめていこうかなと思います。とりあえず玉ねぎを 7,8 分ぐらいですかね、茶色くなるまで炒めていきます。はい、8分ほど経ちました。もうだいぶ茶色くなりましたね。そしたらここに生姜とニンニクをすりおろしていきます。ちょっとニンニクと生姜を後入れすることによってすごい香りが残ります。でニンニク1かけ分と生姜はねだいたいニンニクと同じ量ぐらいで、1かけってねよくわかんないと思うんですけど、だいたいニンニクと同量、2かけの時はニンニクと倍量みたいな感じですね。はい、そしたらちょっとねもう火加減はね弱火にしております。だいたいここから1分ぐらい炒めてあげて、もうねニンニクと生姜の香りがふわーってなってきております。こんな感じで炒めてあげたら、ここにトマトを入れていきます。
でトマト加えるとちょっとまだ最初はねトマトちゃん元気なんですけど、だんだんクターってするまで、炒めていきます。ちょっとねこの状態でしばしお待ちを。トマトを加えてからだいたい1分ぐらいするとトマトがねだんだん柔らかくなってきます。そしたらちょっとね潰してあげて、ちょっとねここから焦げやすくなってくるんですけど、弱火から中火ぐらいでトマトの実が完全に潰れるまで炒めていきます。結構ねインドだとねトマトピューレにして使ったりとかして、皮ごとピューレにして使っちゃうことがあるんですけど、自分でよく使っててなんだけど、ミキサーってちょっとめんどくさいですよね。ぶっちゃけなんかこの間のビンダルーモレシピも再生されてて、別にミル使わなくても作れたから、あれミル使わなきゃよかったなってちょっと思ったところもあったんですけど、今回は今回で紹介して、ミル使うとそれはそれですごいホールスパイスの香りがよく馴染んでよく立つので、それもそれでねお楽しみいただけたらなとは思うんですけど、ちょっと少しずつフライパンが焦げ付きが見えてきたので火力を落としてあげて、ここちょっとめんどくさいんですけど、トマトをしっかり潰して炒めてあげると割と完成度が高いカレーになりますね。はい、トマトのね実がね全体的に潰れたなと思ったら火をね一番弱くしてあげてスパイス入れていきます。はい、スパイスは今日はね結構ね加えます。まずコリアンダーパウダーは大さじ1杯、クミンは小さじ1杯、あとパプリカもね小さじ1杯。本当はね唐辛子をね加えるんですけど、唐辛子全部これ入れると辛いので、チリペッパー小さじ1/2、ターメリックも小さじ1/2で、ブラックペッパーもね少々、小さじ1/4くらい入れてください。それで同時にお塩も入れていきます。塩は小さじ1杯かな。で軽くかき混ぜます。めちゃめちゃいい香りがします。軽く弱火で混ぜ合わせてあげましたら、ここに鶏肉ちゃんを入れてあげて、さらに 200ml のお水でお酢を入れていきます。酢はね何でもいいんだけど、ポークビンダルとかビーフビンダルの時は赤ワインビネガー使うんですけど、チキンの時はね白ワインビネガー使います。で白ワインビネガー持ってない人は普通の一般的にスーパーで売ってる普通の酢で、穀物酢で OK です。できるだけ澄んだ香りのする酢をチキンの時は私は使います。これを大さじ2と、あとねこのね酢のねちょっとツンと立つ香りをマイルドにする役割があるので、砂糖も小さじ1杯入れます。砂糖はね省略しない方がいいと思いますね。甘いカレーにしたくはないんだけどちょっと入れてほしいですね。はい、そしたらこれをかき混ぜます。全体的にちょっとね玉ねぎちゃんトマトちゃんを伸ばしてあげて、沸騰してきたら蓋をしてあげます。はい、蓋をして弱火で10分ほど蒸し煮にしていきます。はい、それでは見てみましょう。オーブンザカリーバカめちゃめちゃいい香りがします。そしたらねよーくかき混ぜてあげてください。これ絶対美味しい。少しだけ味見をしましょう。うまい。甘酢系だと塩もさちょっと抑えられるからいいよね。もういつも小さじ1杯ちょっと入れるのに全然大丈夫だわ。よし、じゃあ早速これを盛り付けていきましょう。今日はですねインド食器に盛り付けていこうかなと思います。まずじゃあカレーをねこの器に入れます。うわうまそげー。もうね超お腹空いてる。こんな感じで盛り付けて、ちょっとね彩りを足すためにパクチーなんかをねのせちゃったりしてね。こんな感じでね、カレー盛り付けてあげます。でここにねちょっとね副菜を乗っけるのよ。今日このインゲンの副菜を作っておいたので、このインゲンの副菜の作り方は動画の一番最後にご紹介するのでそれを見てください。このインゲンの副菜はねちょっと甘い系なの。酸っぱいカレーとか辛いカレーにはね酸味の付け合わせではなくてちょっと甘い系の
付け合わせを持ってくるとすごい相性がいいです。でご飯ね、ちょっとこの間の動画で残ったので冷凍しておきました。ターメリックライスを持ってあげたらめちゃめちゃ彩り抜群じゃん。美味しそう。はい、こんな感じでで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 ん、チキンビンダルカレーの完成でございます。食べましょう。はい、ではではいただきます。やったぜやったぜ、もう超お腹すいた。これちょっと一つ物を申したいことがあって、よくインド料理屋さんでこういうプレートのカレーが出てきた時に、この状態のまま食べてる人がいるんだよね。で、この状態のまま食べるとめちゃめちゃ食べにくいから、まずね、出すのよ。でご飯だけの状態にする。私の食べ方だけど、いつもここに全部副菜を出しちゃう。カレーも2種類とか3種類だとこうちょこちょこかけてくるんだけど、1種類の時はね、もうね、かけちゃう。でご飯を広く使って食べるとめちゃめちゃ美味しいんでございますよ。じゃあまずね、カレーから。うまっ、2列うまい。ちょっとご飯とね、よく混ぜて食べます。超うまい。ちょっと今日これターメリックライスだけど、別に全然ターメリックライスじゃなくて普通の白米でもうまいから、ターメリックライスの作り方を知りたい人は前回の動画を見てください。このね、副菜がね、いいのよ。このココナッツのちょっと甘い味わいが酢と合う。やっぱこれね、暑い季節に食べたい。これはね、半袖で食べるカレーですね。セーター着て食べるカレーではございません。鶏肉もね、最後ね、ブリンブリン。なんか肉を酢でマリネしてちょっと置いておいてからやるってレシピあるんだけど、ぶっちゃけね、私それしなくても美味しいっていうか、それするとね、なんかちょっと鶏肉の中の水分抜けちゃうんだよね。だから私マリネしないで作ったビンダルが一番うまいと思ってて、で時短じゃん。だからもうこれでいい。やっぱりもうこの季節になるとクソ暑い南インドのカレーを食べたくなるんですけど、まあ次もね、ちょっと何にしようかな。そろそろ野菜カレーも作りたいんだよな。野菜カレーってもう超美味しいからとか言って、また肉のカレーも作ってるのかもしれないんですが、まあリクエストもお待ちしております。コメント欄に紹介してほしいレシピあれば記載してください。ということで高評価とチャンネル登録もお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね。はい、ではインゲンの副菜を作っていこうと思います。今日めちゃめちゃ安かったのでこれで副菜作ります。まずね、今日作るやつはインゲンのポリアルって言って南インドの副菜になるんですけど、超美味しい。基本的にどんな野菜でも美味しくできるんだけど、夏野菜だとインゲンかな。冬だとよくキャベツで作るやつです。まずインゲンを洗います。はい、だいたい使うインゲンの量は 250g ぐらい。ちょっと高いのでね、半量でもいいです。うちってなんか実家がめちゃめちゃインゲン作ってて、もう死ぬほどさやインゲン取れるんですよね。なのでインゲンをものすごいいっぱい食べる文化があるところで育ちました。まずインゲンはこの頭の部分と、お尻はねいいや、頭の部分だけ落とします。そしたら整列させてあげて、だいたい3等分に切りたいですね。直径3センチぐらい、適当です。3センチぐらいの長さに切ります。ニンニクと生姜はすりおろしのチューブでもいいんですけど、今日はせっかくなので生を使います。ちょっと軽く潰してあげて千切り、香りを立てるためにね、ちょっと千切りにします。生姜もね、1かけぐらいを千切りにします。はい、そしたら下準備は終わり。フライパンで炒めます。まずフライパンにサラダ油を大さじ1杯ぐらい引きます。そしたらここにスパイス。まず入れるスパイスはポリアルの代表格ね、はい、マスタードシード、だいたい小さじ1/2杯ぐらい。まず加熱してあげます。マスタードシードが跳ねるので、ちょっとねこうフライパン傾けて熱してあげてください。で、油の中にしっかり浸ってると跳ねないんですけど、油からね飛び出てるとめちゃめちゃよく跳ねます。マスタードシードが跳ね始めたら、ちょっとね軽くフライパン揺すりながらね熱してあげると、跳ねにくいです。うおー、跳ね始めてきたーって思ったら、そこにフェヌグリークシートを小さじ1/8ぐらいかな入れてあげます。ちょっとねメイプルっぽいめっちゃいい香りがします。
で少しずつ色づいてくるので、そこにねピーナッツとかくるみとかでいいんだけど、ちょっとねカリカリ食感いります。ピーナッツとかくるみとかをまあ大さじ1/2杯分ぐらいで、今回はねピーナッツとかくるみとか言いつつチャナダルっていう、豆を入れてるんだけど、よくねインドカレーで使う豆がね余るので、よくポリアルでこうやって入れてます。はい、そしたらもう、フェナグリークシードが茶色くなってきたので、ここにニンニクと生姜、あとねちょっと跳ねるのが怖いのでニンニクと生姜を入れて温度を下げてからカレーリーフ、ヒングを入れます。ヒングは小さじ1/4杯ぐらいですぐバチバチバチって跳ねるので、そこにもうインゲンちゃん入れます。ヒングとカレーリーフは持ってる人少ないので省略して OK です。でちょっとね軽くかき混ぜてあげたら、ここにもうパウダースパイス入れちゃいます。ターメリック小さじ1/2、チリペッパーも小さじ1/2杯ぐらい、そしたらお塩も小さじ1/2、全部小さじ1/2入れてあげて、そしたら炒め合わせます。これは作り置きしておいて、夕ご飯の時にちょこっと出すのもいいし、カレーの副菜に乗せるのももちろん、あとお弁当にもねよく入れます。ちょっとねインゲンは硬いので、大さじ1杯ぐらいのお水を引いてあげて、ちょっと蓋をしてあげて、この状態で3分ほどちょっと蒸していきます。はい、そしたら3分経ちました。見てみましょう。オープンザポリエル。もうねめっちゃ夏の香りがする。はい、しっかりね火が通って柔らかくなってることを確認したら、ちょっとねインゲンちゃんから出た水分をしっかり飛ばしてあげます。ちょっと火力を上げて、はい、そしたらですね、最後にここにココナッツファインですね。ココナッツファインをスプーンでガバチョガバチョガバチョと入れてきます。だいたい今大さじ3杯入れたんですけど、山盛り3杯なので、すり切りだと大さじ6杯分ぐらいですかね。入れました。ココナッツファインはね多ければ多いほどね甘くうまいので、お好みに応じてね増減してください。はい、こんな感じで炒めてあげたら、私はいつもこんな感じで出来上がったらタッパーに入れてしまって、その状態で保存しておきます。はい、こんな感じでねインゲンのポリアル完成でございます。はい、そしたらねこれをねちょっと粗熱取れてから冷蔵庫に入れて1週間ぐらい楽しみます。ぜひ作ってみてね。じゃがいもさすごいでかいのが好きだから大きく切らしてもらいます。うわ、めっちゃいい香りがします。やば、過去一だわ。